今日は健康診断の帰りにアメ横に寄ってみたドーン。多分ここに来たのは25年ぶりだと思う。アメ横ってなぜそういう呼び方なのだろうか。調べてみると正式名称はアメ横商店街連合会だが、上野駅側から入るとアメヤ横丁と看板がある。正式名称がアメ横商店街連合会なら略してアメ横で良いような気もしますが、アメヤ横丁という名前で呼ばれるようになった由来は大別して2つある。第二次世界大戦直後、砂糖が手に入りにくかった時代に、マーケット周辺で露店を出した中国からの引き上げ社会が飴を販売し、甘味に飢えた人々の間で大好評を博したからとも、芋飴を売る店が並んだためともいう説がある。もう一つは、アメリカ進駐軍の放出物資を売る店も多かった説であるアメリカ横丁。現在でもアメヤ横丁問屋街には飴などの菓子類を売る店がある。それがいつしかアメヤ横丁の呼び名が縮まり、アメ横と通称されるようになっていったと言われる。もともとは民家や長屋がひしめき合う下町の住宅街であった国鉄の変電所があったことから、太平洋戦争下の空襲による被災を避けるため強制的な建物疎開が行われた。しかし東京大空襲によって周辺一帯は焦土と化し、第二次世界大戦後はバラック建ての住宅と店舗、そして盛り場では屋台や露天商が目立ち始めるようになる。これらは公の営業許可を受けないため闇市と呼ばれ、アメ横があるところもその一つであった。配給が十分に行き渡らないため民衆はそこに集まり、十分なモラルがない中で様々な人間が多種多様な物資を高低価格の10倍ほどの値段で売買しており、それらに群がるグレン隊や暴力団などが入り乱れ白昼の発砲事件なども起き、その度に MP 米陸軍憲兵と警察が対処に当たるというような状況が続いていた。1946年5月30日、武装警官500人が出動して闇市の取り締まりが行われた。その後も手を焼いた当局が近くの実業家近藤博吉に頼み込み、現在アメ横センタービルの建っている三角地帯に80軒の商店を収容した近藤マーケットを作らせた。近藤マーケットは出所の怪しいものを排除して出店させたため、アメ横はようやく正常化へと向かっていった。その後マーケットの周辺では中国からの引き上げ者が露店を出すようになり、現在あるアメ横のルーツとなった。1950年の正月風景を報じる NHK ニュース映像では、つい先頃丸焼けになったアメヤ横丁はもうすっかり立ち直ったと報じている。上野駅は北関東や東北地方、北陸との鉄道の玄関口であった。これらの地方から東京へ米や野菜を売りに来た行商人が、地元では不足していた甘味の飴を仕入れて帰るため飴屋が並んだ。米軍放出品などを扱うミリタリーショップは現在もあるが、飴屋は日本で戦災復興が進み、飴の売り上げが減ると取扱い商品や業態を変えていった。上野駅側の飴屋横丁看板はまだ飴屋が残っていた。1950年代に設置されたものである。なお東上野に現在も残るキムチ横丁は、この時アメ横から移転した韓国人、朝鮮人が作ったものである。1982年12月21日に旧国鉄上野変電所跡にアメ横センタービルが完成した。この頃の1980年代に入ると、核家族化が進んだことに伴い鮮魚を扱う店が減少していった。代わって若者向けのスポーツ用品店や都市型薬品店が1990年代に目立って増えた。またアメ横センタービルの地下では中国や東南アジアの食材が売られており、多くの中国人が買い物に訪れるため、店員も中国人が多く、中国語が飛び交うようになった。平成になって目立ち始めたのが閉店セールである。実際には毎日閉店セールと称して通行人に叩き売りのイメージを抱かせて販売している。その他つまみやチョコレートなどを専門に1000円で山盛りサービスといったパフォーマンスを披露して販売している。魚屋の呼び込みでは一年中マグロや鮭の切り身を1000円で道行く人に声をかけて販売している。
これらは一見の客を対象に売られているものの、昭和時代と比べて品質の極めて低いものはなくなりつつある。現在は食品、衣類、雑貨、宝飾品などの店が業種ごとに集中している。特に年末には正月用の生鮮食品などを買い求める人たちでごった返し。普段は商店街の端から端まで歩いて十分程度のところ、この時期は数十分を要するほどの様相を呈す。この様子は報道番組やワイドショーを中心としてテレビやラジオで年の瀬の風物詩として中継される。年末が近づくと多くの店が正月用の食品を取り扱うようになり、洋品店など年末に特に売り上げが上がらない、もしくは混雑で売り上げを落とすような店は閉店して間貸し、あるいは一時的に食料品店に衣替えするため、通りは大きく様変わりする。魚介類などの生鮮食品を中心に扱う店舗が集まっている場としては他に築地市場とその周辺があるが、築地市場そのものは東京都の施設であること、築地市場は業者向けの卸売の量販を主体としていた。現在、卸売市場の機能は豊洲市場へ移転。築地場外と呼ばれる小売店でも基本的に値引き交渉をしないことが前提となっている。一方のアメ横は一般消費者向けの小売が主体で、時には店員との交渉次第で安く買えることが特徴である。年末には毎年1日あたり50万人ほどの人出があり、日本各地から観光客も押し寄せる。特徴としては他の日本各地にある商店街と違って地域密着型ではない。魚屋の店先でダミ声で鮭やマグロを売っている場合、大抵値引き対象の品である。その他の魚に関しては表示通りの価格で取引されたり、普通は客がいくらいいねを言っても相手にされなかったりすることがある。しかし夕方近くなると売れ残った商品の叩き売りも見られる。年末になると多くの店は正月用品が目立つようになる。用品や雑貨などを売っている店は休業し店先を貸すこともある。鮮魚などは普段の2倍近くで売りに出されることもあり、一方割引もある。果物なども傷物に限り店頭に半値以下で並ぶ以外安くなることはない。化粧品など昭和時代に定価販売でメーカーのものは取引されていたが、アメ横では2割引きで売られていた。その他、化粧品やブランド品など高価な時計や雑貨がガード化で売られている。昭和時代は偽物やレプリカ品が多かったが、現在はその影はほとんどなく本物志向になっている。それにしても歩いてる人や買い物をしてる人は外国人が多いな。今のアメ横はこんな状態になっているんだな。あとはメイン通りのお店をやってる人が中国系の人ばかりだったな。ほぼ中国人だろうな。でも日本人だけでは成り立たないので、外国人がいることでアメ横が成り立ってるならそれはそれで良い。アメヤ横丁は成田国際空港と結ぶスカイライナーが発着する京成上野駅に近く、外国人観光客が訪れるスポットの一つとなっている。今度はどこを歩いてみようかな。